皆さんこんにちは、ゆいです。今日も私たちの日常日本語チャンネルにようこそ。こんにちは、あきらです。いつも聞いてくれてありがとうございます。あきらさん、突然ですが、最近道に迷ったことってありますか？突然ですね。道に迷うこと実は結構ありますよ。先週も初めて行くレストランを探していて少し迷いました。やっぱりありますよね。私も初めての場所に行くと必ずと言っていいほど迷っちゃうんですよ。ゆいさんは方向音痴なんですか？そうなんです。ひどい方向音痴で、駅の出口を出た瞬間に右に行くか左に行くか全くわからなくなります。なるほど。駅を出た直後って一番景色がわかりにくいですからね。ええ、それでこの前友達と旅行に行った時に気がついたんですけど、道に迷った時の対処法って人によって全然違うんですよね。確かに違いますね。すぐスマホを見る人もいれば、周りを見渡す人もいますし。そうなんです。今日はその道に迷った時どうするかというテーマで楽しくおしゃべりしていきたいと思います。いいですね。性格が出やすいテーマかもしれません。よろしくお願いします。私はですね、道に迷う前からすでにスマートフォンの地図アプリを開いているタイプです。迷う前からですか。それは徹底していますね。はい、もう 100% ナビ頼みです。地図アプリの青い点が動くのをじーっと見ながら歩きます。自分の現在地を示す青い丸ですね。そうです。でも駅を出た直後ってその青い点が向いている方向が合っていないことがよくありませんか？ありますね。GPS の電波がまだ安定していなくって、矢印があっちこっちを向いてしまう現象ですよね。そうなんです。その時私はどうするかというと、スマホを持ったままその場でぐるりと一周回るんです。自分が回って方角を合わせようとするんですね。ええ、傍から見たら道端で突然くるっと回る変な人なんですけど、それをしないと歩き出せなくて。確かに街中で時々そういう人を見かけますよ。ゆいさんだったのかもしれませんね。あははきっとそうです。少しでも青い点が間違った方向に動いたらすぐに立ち止まって修正します。すごく慎重ですね。でもずーっと画面を見ていると周りの景色を楽しめなくないですか？それがですね、景色を楽しむ余裕なんて全くないんですよ。とにかく目的地に無事に着くことが一番のミッションなんです。なるほど。不安だからこそテクノロジーに全てを任せるスタイルなんですね。はい、そうです。逆にアキラさんはどうやって歩いているんですか？あまりスマホを見ているイメージがないんですけど。私はゆいさんとは正反対かもしれません。地図を見るのは駅を出る前の1回だけです。一回だけですか？それだけでどうして目的地まで行けるんですか？全体の方向と目立つ建物を覚えておくんです。北の方向に進んで大きな公園が見えたら右に曲がるみたいな感じで。信じられないです。私ならその大きな公園にたどり着く前に迷子になりますよ。もちろん細かい道はわからないこともあります。でもその時は直感で歩くんです。直感。出ましたね、その言葉。地図があるのになぜ見ないんですかって思っちゃいます。なんでしょうね。歩きながらスマホの画面を見ていると、なんだかロボットに操られているような気分になるんですよ。ロボットに操られる。それは考えたこともなかったです。それに太陽の位置とか風の向きとか、そういうのを感じながら歩くのが好きなんです。多分あっちだろうなーって予想しながら歩くのもゲームみたいで楽しいですし。太陽の位置。まるで昔の旅人みたいですね。でもそれで本当に目的地に着くんですか？まあ半分くらいは無事に着きますよ。道にある案内板もしっかり見ますからね。半分だけじゃないですか。残りの半分は迷っているっていうことですよね。
そうですね。直感が外れることももちろんありますよ。そういう時はさすがに地図アプリを開きます。なんだ、結局使うんですね。でもそこまで我慢する理由が私には全くわからないです。迷ったら焦りませんか？約束の時間が迫っている時は焦ります。でも、休日の散歩とかなら、迷うこと自体を楽しむようにしていますね。迷うのを楽しむ。あきらさんは心に余裕があるんですね。私とは大違いです。でも、ゆいさんのようにナビに 100% 従っていれば失敗することは少ないんじゃないですか？それがそうでもないんですよ。ナビって時々とんでもない道を案内することがあるんです。とんでもない道ですか。例えばどんな？一番多いのはすごく細い住宅街の路地です。ここ通れるのって不安になるような人のお家の裏道みたいなところです。わかります。アプリは最短距離を計算するので、大きな道よりもそういう細い道を選びがちですよね。そうです。この前なんて公園の裏にあるものすごく長くて急な階段を登るルートを案内されたんですよ。それは大変ですね。荷物が多い時だと最悪です。そうなんです。ヒールを履いていたので本当に疲れました。後で大きな地図を見たら平らな広い道がすぐ隣にあったんですよ。アプリの罠ですね。近道だと思ったら体力を使う道だったという。他にもありますよ。ナビから目的地に到着しました。案内を終了しますって言われたのに、そこが建物の裏側だったこと。それよくありますね。目の前に建物はあるのに入り口が見当たらないパターン。ええ、入り口はどこって建物の周りをぐるぐる回る羽目になります。あれは本当に泣きたくなりますよ。確かに。アプリは座標でお店を判断しているから入り口の位置までは教えてくれないことが多いですからね。便利なんですけど、時々すごく不親切だなと思います。あきらさんは直感で歩いて大失敗したことはないんですか？直感での大失敗ですか。それはもうたくさんありますよ。やっぱりあるんですね。一番ひどかったのがどんな時ですか？先月なんですけど、友達の家に行くときに全くの反対方向に20分くらい歩き続けたことがあります。反対方向に20分？さすがに途中で気がつきませんか？それが自信満々に歩いていたので全然疑わなかったんです。景色が少し違うなぁとは思ったんですが、まあ新しい道ができたんだろうと勝手に解釈して。えー、すごいポジティブ思考ですね。でも結果的にどうなったんですか？気づいたら隣の市に入っていました。住所の看板を見て、あれここどこだって。隣の市まで行っちゃったんですか？それは大事件ですね。結局どうしたんですか？仕方ないのでそこで初めて地図アプリを開きました。そうしたら目的の場所が画面のはるか遠くにあって絶望しましたね。だから最初からアプリを見ておけばよかったんですよ。歩いて戻ったんですか？いえ、タクシーを呼びました。友達との約束に完全に遅刻でしたから。直感に頼りすぎるとお金と時間を無駄にするっていうことですね。いい教訓になりました。そうですね。たまには自分の感覚を疑うことも大切だと学びました。でも、アキラさんの直感も私の地図アプリも全く役に立たない場所ってありますよね。わかります。地下街とか複雑なターミナル駅ですね。そうです。東京の新宿駅とか大阪の梅田駅とか、ダンジョンって呼ばれてるくらい複雑じゃないですか？地下だと GPS の電波が届かないから、ナビの青い点がワープしたり全然動かなかったりしますよね。あの瞬間、私は全ての希望を失います。アプリが使えないとどうしていいか本当にわからなくなるんです。そういう時はどうするんですか？人に道を聞いたりしますか？私少し人見知りなので、知らない人に話しかけるのが苦手なんですよ。恥ずかしい気持ち少しわかります。日本人は特に人に道を聞くのを遠慮してしまう人が多いかもしれませんね。そうなんです。
忙しそうに歩いている人を引き止めるのは申し訳なくて、だから駅員さんかインフォメーションカウンターを必死で探します。それは確実な方法ですね。駅員さんはプロですから、一番わかりやすい道を教えてくれます。あきらさんはすぐ人に聞けるタイプですか？私は結構聞きますよ。歩いている人よりも、近くのお店で働いている人や警備員さんに聞くことが多いですね。お店の人に聞くんですか？ええ、その地域に詳しいですからね。アプリよりも地元の人の情報の方が正確なことも多いんですよ。確かにそうですね。私もどうしても迷った時は勇気を出して誰かに聞いてみようと思います。こうして話してみると、私たちは本当に歩き方のスタイルが違いますね。全然違いました。でも、私たち2人が一緒に歩くときは意外とうまくいきませんか？そうですね。ゆいさんがスマホで正しいルートを確認してくれて、私が実際の風景や看板を見て歩くという役割分担ができています。そうそう。デジタルとアナログのいい組み合わせなんです。一人だと大失敗するけど、2人なら最強のチームかもしれません。最強のチームですか。でもたまには二人で一緒に迷子になるのも悪くないですよ。私は嫌ですよ。足が痛くなりますから。迷ったおかげでガイドブックには載っていない素敵なお店や静かな公園を見つけることもありますからね。寄り道も楽しいものです。確かに予定通りに行かないからこそ思い出に残ることはありますね。そうでしょう。次に迷った時は少しだけ顔を上げて周りの景色を楽しんでみてください。わかりました。大切な待ち合わせがない時だけ挑戦してみますね。さて、今日は道に迷った時の対処法について話してきました。これを聞いている皆さんは私のようにナビに頼るタイプですか？それともアキラさんのように直感で歩くタイプでしょうか？ぜひ皆さんの迷子エピソードもコメント欄で教えてくださいね。楽しみに待っています。今日のエピソードが面白かったら、いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。そして日本語の勉強をしている方へのお知らせです。はい。今回の私たちの会話のスクリプトはコメント欄の一番上に固定していますので、ぜひそこからチェックしてみてくださいね。音声を聞きながら文字を読んで学習に役立ててください。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。最後まで聞いてくれてありがとうございました。またねー。